こんにちは、大阪玉造にあります日本料理寺田でございます。今日は、ご家庭でも作れる簡単なお料理を3つ紹介していきたいと思います。はい、でその3つのお料理の基本となります、お出汁を作っていきたいと思います。こちらが、厚切り、沢節、鰹節などが入った混合節でございます。で、煮干しですね、いりこでございます。で、お昆布と、この3つを使って、お出汁を取っていきたいと思います。はい、まず最初にですね、こちら真水です。真水に、お昆布、そして、いりこ。こちらいりこ、お料理屋さんでは頭と内臓をよく取ったり、して、使うものなんですけども、ご家庭では頭からもお出汁、取れますので、そのまま使っていただいて十分結構だと思います。でこの状態から火にかけます。10分ぐらいで沸くぐらいの火加減が、いいかと思います。はい、では沸いてきましたので、少し、昆布といりこのアクを寄せてもらって、常にアクは取るようにしてもらった方が美味しく出来上がります。でお昆布もたくさんこうパキパキ割って細かくした方が出汁が取れそうなんですけども、逆にぬめりとか苦みえぐみが出ますので、なるべく大きいままで、お昆布はお出汁取る方が美味しく出来上がると思います。それではこのぐらい沸いてきましたので、少し火を緩めます。でこのまま沸き出すとお昆布の粘りが出ますので、必ず沸かしすぎないようには気をつけてください。でそこで混合節を入れます。入れた途端にアクが出てきますので、これも細かく、こまめに取っていただいて、でしばらくコトコト煮出して、しっかりしたお出汁を取りたいので、15分から20分その間で、ぐらい煮出して、お出汁を取っていきたいと思います。ただこれ少しずつこうぷくぷく沸かす程度の火加減でないとアクが上に浮いてこないので、ただただ弱火だとアクもそのまま中に入ってしまうので、沸かしすぎず弱火にしすぎずがお出汁を取るポイントだと思います。で大体のアクが取れましたら、ここで時間が来ましたので、一度味見をしてみて、それからこしていきましょう。はい、美味しく取れてると思います。それではだしをこしていきたいと思います。まずは昆布を取り出して、それからいっぺんにしてしまってもいいんですけど、倒してしまったり溢れ返ったりしてしまうので、ちょっと最初はお玉かお箸なんかで中の昆布やいりこを先に出してあげます。である程度出せたらそのままお鍋を持ってこしてもらったらトラブルなくお出汁も引けると思います。はい、
ここでリードペーパーとかもっと細かくだしを引くのもいいんですけども、このいりこ、かつお節、昆布なんかでもそのままでももちろん食べても美味しいものですので、あえてそこまで布を敷いたりクッキングペーパーを敷いたり細かくしてからこすよりも、意外とこう今日のお料理なんかは雑味がある感じのこれちょっと白濁した感じのおだしの方がおすすめ。ご家庭で使うには特にうまみ栄養分とかをこの中に入れたいので、あえてこちらのだしの引き方なんかをおすすめしたいと思います。そうしましたら、おだしも引けましたので、お料理を作っていきたいと思います。1品目は先ほどのおだしを使ったカレーうどん、和風カレーうどんを作っていきたいと思います。そちらの材料はこちらでございます。白ネギ、お砂糖、カレー粉、お醤油にみりんとうどんと豚肉、お揚げさんを使っていきたいと思います。まず、お出汁となります、おネギから。簡単にですね、こう斜め切りに。でこのおネギは、今横で用意してますお出汁にですね、最初からもう入れて、でおネギとそのお出汁でこうカレーうどんのお出汁のベースを作るというようなイメージでやります。でもう切れたところから早速もうお出汁に入れていきます。で火をつけます。具にもなりますし、お出汁の味にもなるというイメージです。で白ネギ、ちょっとこういう青いところ彩りに、刻んでいきたいと思います。最後に仕上げに上に、盛り付けたいので、そのまま輪切りでもいいんですけども、ちょっとこうおネギをこう開いていただいて、でこの青い部分ももったいないのでよく捨てられる方いらっしゃるんですけども、少しこういう繊維に沿ってですね、ネギを刻んでもらいます。でどうしても白ネギは中にぬめり、あとこの、青臭みっていうのが非常に詰まって、それはそれで美味しいんですけども、少しこう気になる、嫌になる感じですので、切り終わったら水に漬け込んでおきます。はい、水につけておきます。で、最後の仕上げにギュッと絞って上に、乗せていきたいと思います。で続きまして、油揚げ。これは別にカレーうどん入れなくてもいいんですけど、ここ僕のポイントなんですけども、揚げを少し入れてあげることで大変美味しいコクが出ます。ですので、隠し味といいますか、ザクザクザクと切るよりもちょっと細かいめに、あれ何入ってるのかな、お揚げさんが入ってるんやと、そういうイメージで。はい、でこのお揚げもその隠し味と言いましたけれども、お出汁となってこのうまみもお出汁に含ませていきたいので、これも最初からおネギと一緒に入れていきます。でこれでお出汁を作ります。これでコトコトしばらく炊きます。はい、ではしばらく炊きましたので、ここに調味料、豚肉を入れていきたいと思います。はい、では調味料入れていきたいと思います。薄口醤油大さじ2杯、はい、と濃い口醤油大さじ2杯、そこにみりん少しその倍の大さじ4杯分です。でお砂糖気持ちなんですけど、3本の指でこうちょっとつまみ上げるぐらいパラパラっと少しコク出しに使いたいと思います。
一度沸かします。でお出汁が沸いてきましたら豚肉を中に入れていきたいと思います。で豚肉にも火が通りました。一度味見します。ちょっと濃いめのうどんだしのような、お味になっております。でそこでですね、カレー粉を加えるんですけども、コツとしてはこのままガサッと入れてもいいんですけれども、それがよく失敗例としてはダマになることがあるので、それを防ぐためにですね、ちょっと大きめのボウルを用意してもらって、そこにですね少しこのお出汁を加えます。でそれをまずちょっと溶いて、固体のものを液体の中に入れるときに少しこういう風な要領で伸ばしてあげるとダマになることがないので失敗することはないと思います。はい、ではカレー粉を入れていきます。今カレースープが出来上がってます。このままカレーうどんにしてもいいんですけど、少し麺に、このカレーがうどんに絡むようにですね、少し工夫をしたいと思います。ここで登場が水溶き片栗粉です。片栗粉とお水はだいたい半々同割りで、合わせるといいと思います。片栗粉が多すぎるとどうしてもダマになりやすい。水が多すぎるとたっぷり入れないといけないので味が変わってしまう。目安としては片栗粉と水半々の分量で水溶き片栗粉を作ります。で、こう沸いてるとすぐ固まってくるので慌ててしまいます。ですので火を1回切ってもいいと思います。弱火にしていただいて、それから水溶き片栗粉を入れていきます。でも熱々ですので自然と固まってきます。で固まったらじゃあいいかというわけではなくて、どうしてもやはり片栗粉の粉っぽさがここには残ってますので、とろみがつきましたら必ずひと煮立ちするのがポイントです。とろみ加減はもうお好みなんですけれども、僕はどちらかというたらそこまでこってりしたあんに、するよりは少しとろみがついてるなっていうぐらいが僕の好みなんですけれども、ここはもう作っている人の好みで、硬さ加減は調節してもらったらいいと思います。はい、じゃあとろみがつきましたので、ここで先ほど言ってましたようにひと煮立ちさせます。こうすることで片栗粉の粉っぽさがなくなります。今粉のカレー粉を使ったので、今みたいな説明になりましたけれども、固形のカレーのルーでしたらそのまま入れていただいても問題ないと思います。で固形のカレーのルーはもうそこに片栗粉とろみをつけるものが入っておりますので、その時もやはり少し片栗粉を入れる加減というのも調節してみてはいかがかと思います。はい、続きまして、うどんを茹でていきます。
どんの茹で加減っていうのは、まあ、袋に表示されてる時間でいいと思うんですけども、やや僕は柔らかめの方がカレーうどんとこの、まあ、カレーのあんとですね、うまく絡んで少し柔らかめの方が美味しいと思うんですけれども、まあ、その辺も、まあ作る人のお好みで加減してみてください。はい、でうどんが茹で上がりました。そのまま丼に移してもらいます。少し水分が残ってるぐらい、もうしっかりこれでもかって水気を切るよりも少し水分が残ってるぐらいが美味しくできるポイントだと思います。はい、では仕上げていきます。で先ほど刻んだおネギ、ちょっと手でキューッと絞ってやるとおネギのぬめりとかが自然と取れますので、それをカレーうどんの上に添えます。はい、和風カレーうどんの出来上がりでございます。まあ、ここにあとはお好みで、七味、胡椒なんか入れていただいても美味しくなると思います。